150円お願いいたします。空いてる席でこちらです。
まっ。うん。後で縫合して
皆さんこんにちは、抹茶アーミングガイです。名前に抹茶を入れてるからには、抹茶コンテンツも発信していこうということで、ちょっと今晩はもうちょっと飲み切ってしまったんですけど、抹茶ソーダを作ってました。はい。最近本をいろいろ買って、いろんなものを読んでるんですけど、簡単に紹介したいと思います。一つ目が、日本の工芸を元気にするっていう本で、中川さんが書いたものです。中川正七商店っていう日本の、伝統工芸品とか扱う製造小売の会社があるんですけども、そこの会社の代表の方の本で、どういうふうにして、衰退していく日本工芸とかをこうビジネスとしても日本の工芸品というところを衰退させないっていうところをどういうふうにやったらできるかっていうところで、この会社が大きくなっていく過程とかをまとめている本です。もともとちょっとこういう日本伝統工芸とかって面白そうだなっていう、興味があって、たまたまこの本のことを知ったんで買って読んでます。あとはこの有名な本らしいんですけど、名作らしいんですけど、アルジャーノンに花束をっていう本で、これまだちょっと読み始めたばっかなんで、中身はちょっとまだうまく説明できないんですけども、この帯のところがすごい SNS で話題になってたらしくて、読まないまま終わる人生もあったと思うと怖いってぐらいすごかったっていう、どんだけすごいねっていう、っていうので、買ってみました。はい、これは最近寝る前とかに読んでます。ちょっとこの山口周さんの人生経営戦略っていう本です。ちょっとゴリゴリに自己啓発的なっぽい名前のタイトルでちょっと紹介するのが難しいんですけど、最近買って一通り読んで気になるところはこうやって付箋をつけています。人生をプロジェクトに見立てて、そこに経営学とかのフレームワークとか、ノウハウとかを落とし込んでいきますというような本です。あとなんだろうな、ちょっと面白かったところとしては、創造性理論っていうところで、打率よりも打席の数を重視するっていうところが面白かったですね。これはよく言われることなんですけども、まずは数をこなしましょうということが言いたいことなのかなと思います。で、個人についても組織についても、何かしらの成果とか、創造性を発揮するときっていうのは、とにかくたくさんアウトプットを出す時期っていうのが一番成果が出やすいっていうのが研究としてあるみたいです。例えば芸術家とか、科学者のアウトプットっていうのは、量と質の相関関係がありますと。で、例えば芸術家とか科学者が最も優れたアウトプットを出す時っていうのは、生涯で最も多くアウトプットを出している時期と重なるということとかが研究として分かっているみたいです。だからある意味大量のガラクタを出す前提で量をこなすっていうのが戦略として持つっていうのはすごい一つ考え方として大事だよねっていうのがあるのかなと思います。ちょっとこれも少し意識高い系の本なんですけど、金税働き方、金税で当たり前にやってる働き方デザインっていう、これはなんとなく本屋で目に留まって買ったんですけど、これも結構面白くて良かったのは、とにかく早く失敗するということですね。新しいことを挑戦するときとか、不安や失敗の恐れの方が強くなるんですけど、最強の解決策は早く取り掛かり、早く失敗をしていくことっていう。で、これは結局最初からうまくいかない可能性の方が高いんだから、だったらもう早く失敗をして、そこから成功に試行錯誤することで成功に近づいていくと。ある意味能動的な失敗を取っていきましょうと
いうのが書いてあって、これも結構個人的に好きな考え方なので、改めてこう頭の中に強く印象をつけられた、一部だったかなと思います。あとはちょっとこれはどっちかっていうと勉強の本なんですけど、FPA 入門ということで経営企画とかための、FPA っていうファイナンシャルプランニングアナリストっていうもので、よく、外資系企業とかでよく一般的に言われてる役職なんですけど、ちょっと業務でもそういったところでもやってるということで、ちょっと勉強しようと思って買ってみました。ちょっとしばらくはこの本で勉強したいと思います。